はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道旭川市周辺のおすすめスキー場についての紹介動画パート2です。皆さん、北海道旭川市周辺のスキー場に行ったことがありますか？行ったことがある人でもいつも決まったスキー場にしか行かない方も多いんじゃないですか？この動画では北海道旭川市周辺の9カ所のスキー場につきまして2回に分けて紹介しております。今回はパート2として5カ所のスキー場を紹介します。この動画を旭川方面のスキー場に行ってみたいなと思った際の参考になればと思っております。 4K 映像かつ二重原稿の字幕を歯車マークから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。北海道旭川市までのアクセスにつきましてはパート1でも紹介しておりますが、ご覧になってない方もいらっしゃると思いますので再度紹介します。以前パート1の動画を見てらっしゃる方はこの部分の動画を飛ばして視聴してくださっても構いません。東京羽田空港から北海道の真ん中旭川空港までの距離が約927キロ、飛行時間が約1時間50分です。北海道の地図をお示ししております。北海道外から北海道のスキー場に行く場合はほとんどの人は新千歳空港を利用すると思います。ちなみに新千歳空港からの距離はニセコまでが約108キロ、そして旭川市までが約153キロ、富良野市までが約127キロの距離があります。そして北海道の真ん中旭川空港からの距離は JR 旭川駅まで約16キロ、 JR 富良野駅まで約45キロの距離があります。旭川空港は冬の欠航率が 1% 以下ですので雪での欠航のリスクが非常に低いのがストロングポイントではないでしょうか。北海道旭川市周辺にあるおすすめスキー場9カ所の位置を数字でお示ししております。パート1の動画では1番から4番までのスキー場につきまして紹介しましたが、パート2の動画では5番から9番までのスキー場につきまして紹介します。これらのスキー場は過去に詳しく YouTube で紹介しておりますので、行きたいスキー場があった時には概要欄にリンクを貼っておきますので視聴いただければと思います。最初に紹介するスキー場は個人的に今回紹介するスキー場の中で一番おすすめの北海道旭川市にありますスキー場カムイスキーリンクスです。カムイスキーリンクスの強みはコース数が初級から上級まで25コースあります。特にピステンバーンが素晴らしいのでカービングターンが上手くなったように感じるくらい滑りやすいと思います。見アセスコースもたくさんあってパウダー好きの方にも満足できると思います。このスキー場はゴンドラがあってコースも素晴らしいのに空いているんですよね。そしてリフト料金が大人1日券3800円で滑り倒すことができるんです。アクセスにつきましても JR 旭川駅からの距離も近いので旭川市中心部から朝8時に出発すれば9時から滑り倒すことができます。レストランも本場の旭川ラーメンや人気カフェが出店しておりますのでゲレンデグルメも楽しめると思います。デメリットを挙げるとしたらスキー場の近くに民宿が数軒しかありませんのでスキー場の近くに泊まりたい方はデメリットかもしれません。またスノーパークがありませんのでキッカーやレールなどで遊びたい方には物足りないかもしれません。カムイスキーリンクスがおすすめな方は旭川市内に宿泊してきれいに圧接されたピステンバーンやパウダーなどさまざまなコースを楽しみたい方やアフタースキーで旭川の美味しいグルメや旭山動物園なども楽しみたい方におすすめだと思います。北海道旭川市にありますカムイスキーリンクスまでの距離は JR 旭川駅から約18キロ、車で約30分、そして旭川空港から約37キロ、車で50分ぐらいです。カムイスキーリンクスのコースマップです。初級者から上級者までが満足できるコースが25コースあります。中上級者限定になりますが黄色で塗られているコースは未圧接コースになっていまして、雪が降った次の日は最高のパウダーを楽しめると思います。このスキー場のトップまではカムイゴンドラだけでなく第1リフトから第3リフトを利用しても行くことができますので、ゴンドラが混んでいる場合はリフトから上がっていくと良いと思います。こちらのコースはロイヤルアドバンスコースです。このコースは最大斜度28度の中級コースです。このコースは前日雪が降った日にゴンドラ1本目にパ
パウダーを楽しみたい方にはぜひ滑ってほしいコースです。デコボコになる前に滑ると最高ですよ。こちらのコースはゴールド3コースです。このコースは最大斜度22度の中級コースです。このコースはピステンバーンが好きな中級以上の方におすすめのコースです。この後紹介します初心者コースに比べて空いておりますので、かなりスピードを出してカービングターンを楽しめると思います。こちらのコースはゴールド2コースです。このコースは最大斜度30度の中級コースです。このコースはカムイスキーリンクスの名物コースと言われています。かなり急斜面ですが最大幅が 150m ありますので、広いバンを最大限に使ったロングターンを楽しめると思います。こちらのコースはディープパウダーコースです。このコースは最大斜度32度の上級コースです。このコースは積雪量が十分ある日のみ開放しています。前数雪がしっかり降った日にスリーランでパウダーを食べまくりたい方にこのコースを滑り倒してほしいです。最後に紹介するコースは初心者コースです。このコースは最大斜度18度の初級コースです。このコースの前半部分は雪質も素晴らしいので初級者でもすごく気持ちよく滑れるんじゃないかなと思います。この動画に載せておりませんが、このコースの後半部分に急斜面になっている場所がありますので注意して滑ってほしいと思います。次に紹介するスキー場は北海道東川町にあります大雪山旭岳です。大雪山旭岳の強みは標高が高いため積雪量が多くて気温が低いためスキーやスノーボードの板に雪が張り付かないほどのドライパウダースノーでとにかく雪が素晴らしいです。4月でもパウダースノーを楽しむことができるんです。また旭岳温泉が近くにありますのでスキーやスノーボードで疲れた体を素晴らしい温泉で癒せると思います。デメリットを挙げるとすれば吹雪や強風などで視界不良や黒帯してしまうことがあります。また急斜面が多いため初級者には難しいと思います。視界が悪い日は遭難するリスクもあると思います。スキーやスノーボードのレンタルがない点も残念な点だと思います。3月から5月上旬までの時期はかなり混雑しますので混んでいるスキー場が嫌いな方には向かないかもしれません。大雪山旭岳がおすすめの方はとにかく日本一の軽い雪を思いっきり楽しみたい方や混んでいても4月にパウダースノーを楽しみたい方、温泉を楽しみたい方におすすめだと思います。北海道東川町にあります大雪山旭岳までの距離は JR 旭川駅から約45キロ、車で約1時間、そして旭川空港から約39キロ、車で50分ぐらいだと思います。大雪山旭岳のコースマップです。コースは A から D までの4コースあります。前半部分にあります A と B のコースは急斜面で特に難易度が高いと思います。コースは圧雪している部分もありますがほとんどのエリアは未圧雪エリアになっています。個人的には未圧雪エリアが広くて急斜面の A コースが大好きです。こちらのコースは B コースです。このコースは最大斜度が23度の上級コースです。棒が立っているエリアの部分は圧雪されています。旭岳は広大なエリアで山岳スキーを楽しめると思います。こちらも B コースになります。未圧雪エリアが広いので映っているスノーボーダーのように気持ちよくパウダースノーを滑ることができます。旭岳ではパウダーボードが大活躍すると思いますので持っている方はぜひ持ってきて滑ってほしいです。こちらのコースは A コースです。このコースは最大斜度が30度の上級コースです。撮影した日のように天気が良ければ旭岳山頂をきれいに見ながら滑ることができるんです。スノーボードの板が完全に埋もれても本当に雪が軽いので引っかかりもなく滑っていくことができます。A コースの未
圧雪エリアは広いので、このように視界が良い場合はすごく気持ちよく滑れるんじゃないかなと思います。によっては腰ぐらいまで新雪が積もっている日もありまして、転んだりスピードが落ちてしまうと、そこから足場が作れずに滑り出すのが難しいと思います。視界が悪い日などは遭難の危険もありますので、コース外を滑る場合は気をつけてほしいと思います。それでもパウダー好きには旭岳の雪を味わってほしいですね。旭岳でスキーやスノーボードを楽しんだ後は、旭岳温泉の温泉に入ってほしいと思います。温泉マークがあるホテルは日帰り入浴をすることができます。私はこの中で個人的におすすめしたいのは湯本ゆこまん荘です。こちらの場所は旭岳ロープウェイ乗り場から約 1.3 キロの場所にあり、バス停も近くにあります。こちらはゆこまんの湯です。ぬる湯や目薬の湯、元湯など、それぞれ異なる源泉の温泉を楽しむことができるんです。こちらはしころの湯です。こちらにも内湯があります。露天風呂に向かう通路の横には分厚い雪が積もっているのを横目で眺めながら進みます。しんしんと降っている雪を眺めながら最高の泉質の温泉に入ったら、スキーやスノーボードで冷えた体を癒してくれると思います。次に紹介するスキー場は北海道ピップ町のピップスキー場です。ピップスキー場の強みは中規模のスキー場なんですが、雪質も良くてピステンバーンが素晴らしいので、カービングが好きな方にはたまらないと思います。このスキー場は比較的空いておりますので、リフト待ちはほとんどないと思います。リフト券につきましても、この規模のスキー場にしては比較的安く、1日券などは日帰り入浴券がついています。旭川周辺のスキー場では貴重なスノーパークがあります。またスノーボードのトリックレッスンがあります。ただ滑るだけでは物足りないと思っている方には、このようなレッスンがあるのはありがたいですよね。ここのレストランは安くて美味しいです。個人的にはマスのいくら丼がおすすめだと思います。弱みはペアリフトとシングルリフトしかありませんので、ゴンドラやクワッドリフトがあるともっと人気が出ると思います。ピップスキー場は素晴らしいスキー場なんですが、富良野スキー場やカムイスキーリンクスなんかと比べてしまうと目立たないスキー場かなと感じてしまいます。ピップスキー場のおすすめな方は、カービングターンが好きで空いているスキー場が好きな方や、スノーパークで遊びたい方、トリックレッスンを受けたい方におすすめだと思います。北海道ピップ町にありますピップスキー場までの距離は JR 旭川駅から約27キロ、車で約40分、そして旭川空港から約36キロ、車で50分ぐらいだと思います。ピップスキー場のコースマップです。コースは9コースあります。リフトはペアリフト、シングルリフトに加え、初心者用のロープリフトもあります。こちらのコースはダイヤモンドコースです。このコースの最大斜度が20度の中級コースです。適度な斜面と広いバーンで中級者以上の方であれば、カービングターンを気持ちよく滑ることができると思います。こちらのコースは新設ベテランコースです。このコースの最大斜度が36度の上級コースです。前日雪が積もった日にこのコースを滑るとパウダースノーを楽しめるんじゃないかなと思います。途中急斜面がありますので、初級者はこのコースには行かない方が良いと思います。ピップスキー場にはコースとコースの間が林になっている場所があるんですが、そこには結構新雪が残っていますので、スリーランが好きな方はこの辺りを滑ってほしいと思います。こちらのコースはシルバーコースです。このコースの最大斜度が25度の中級コースです。コースの前半部分は比較的緩斜面ですが、後半部分はかなり急斜面だと思います。ただ綺麗に圧雪されておりますので、中級者以上の方が滑ると楽しいコースなんじゃないかなと思います。
ちらのコースはビギナーコースです。このコースの最大斜度が8度の初級コースです。ビギナーコースの横にはスノーパークがありまして、キッカーなどがあります。次に紹介するスキー場は北海道旭川市のサンタプレゼントパークです。サンタプレゼントパークの強みはアクセスが良い点です。後でも紹介いたしますが、 JR 旭川駅から約6キロしかありません。また夜9時までナイター営業していまして、かつ6コース全て滑ることができるんです。弱みを挙げるとすると、標高が低いためあまり雪質が良くない日があります。また地元の小学生のスキー教室でかなり混んでいる日があります。ピアリストしかない点も残念かなと感じています。サンタプレゼントパークがおすすめの方は、あまり時間がない方でとにかく旭川市内から近いスキー場が好みの方や、昼他のスキー場で滑った後ナイターで旭川の夜景を見ながら滑り倒したい方などにおすすめだと思います。北海道旭川市にありますサンタプレゼントパークまでの距離は JR 旭川駅から約6キロ、車で約15分、そして旭川空港から約24キロ、車で30分ぐらいだと思います。サンタプレゼントパークのコースマップです。コースは6コースあります。リフトはエアリフトが3機ありました。ナイターでも全てのコースを滑ることができます。こちらのコースはスラロームコースです。このコースの平均斜度が13度の上級コースです。撮影した日は前日新雪が降っていましたので、パウダーを楽しむことができました。普段はピステンバーンになっていまして、カービングを楽しめると思います。こちらのコースは登山道コースです。このコースの平均斜度は12度の中級コースです。このコースは中級コースと言われていますが、初級者でも十分滑れるコースだと思います。コース幅が狭いので注意して滑ってほしいですね。こちらのコースはグリーンコースです。このコースの平均斜度が13度の上級コースです。このスキー場のナイターではグラトリが上手な方を結構見ますね。この辺りから急斜面になります。ナイターの時間ですとバーンが荒れていますので、エッジが抜けやすいんですよね。滑るのが非常に難しいと思います。ただ旭川の夜景を見ながら滑ると最高ですよ。最後に紹介するスキー場は北海道幌加内町にあります幌立スキー場です。幌立スキー場の強みは道内ナンバーワンの積雪量を誇る幌加内町にありますので、1回の積雪量も多くバフバフのパウダーを楽しめる点だと思います。このスキー場のほとんどのコースが急斜面のためスピードが出るので、パウダーを気持ちよく滑れるんじゃないかなと思います。またリフトで回せますので、短時間でかなりパウダーを食いまくれると思います。そして幌立スキー場の名物コース、最大斜度44度の幌立コースの落ちる感覚を急斜面が好きな方には楽しいと思います。このスキー場のリフト券も安く、そばの生産量日本一の町ですので、アフタースキーに美味しいそばを食べることができるんです。弱みがあるとしたら、エアリフト1本で4コースしかありませんので、2時間も滑ると飽きてしまうと思います。このスキー場は急斜面が多いため、初心者には厳しいスキー場だと思います。また旭川方面から行く場合は豪雪エリアの江丹別峠を通る必要があります。幌立スキー場がおすすめな方は、急斜面のバフバフのパウダースノーをリフトで効率よく滑りたい方、そしてそばが大好きな方におすすめだと思います。北海道幌加内町にあります幌立スキー場へのアクセスですが、 JR 旭川駅からの距離が約46キロ、車で約1時間、旭川空港からの距離が約62キロ、車で1時間20分ぐらいだと思います。幌立スキー場のコースマップです。リフトはエアリフト1機のみです。コースは4コースあり、幌立コースと白樺コースは宮節コースです。
こちらのコースは林間コースです。このコースは最大斜度が15度の初級コースです。このコースの前半部分は緩斜面です。今映っている映像はこのコースの後半部分ですが、私の感覚だと斜度が20度以上あるんじゃないかなと感じます。こちらのコースは唐松コースです。このコースは最大斜度26度の中級コースです。このコースは圧雪しているコースなんですが、雪が降っていると普通に新雪を楽しめると思います。コース後半部分はかなり急斜面ですが、綺麗に圧雪されていますので、カービングターンを楽しめるんじゃないかなと思います。こちらのコースは白樺コースです。このコースは最大斜度26度の中上級コースです。このコースは未圧雪コースで、パウダー好きには一番人気があるコースだと思います。特に前半部分は適度な斜面で気持ちよくパウダーを滑っていけると思います。左側に見える未圧雪コースはホロタチコースです。このコースは最大斜度44度の上級コースです。このコースは撮影しながら滑れるようなコースではありませんので、このような映像で申し訳ございません。ぜひパウダー好きな上級者には絶対チャレンジしてほしいと思います。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました北海道旭川市周辺おすすめスキー場のパート2でした。パート2の動画ではパート1の動画で紹介できなかった5カ所のスキー場について紹介させていただきました。北海道旭川市周辺の9カ所のスキー場、それぞれのスキー場の特徴を理解できたんじゃないかなと思います。ただ今回の動画はダイジェスト版で紹介しておりますので、興味を持ったスキー場がありましたら私の過去の動画で詳しく紹介しておりますので、視聴いただければ幸いです。一度北海道でスキースノーボードがしたいと思った際には旭川空港を利用して滑りに来ていただけると気ままな親父さん嬉しいなと思っております。その際旭川のお土産はしっとり生サブレくら生をお土産にされると良いと思います。くら生をまだ食べたことがない方は概要欄に Amazon の販売リンクを貼っておきますので、一度食べてみていただければと思います。パート1とパート2で紹介しました北海道旭川市周辺の9カ所のスキー場でスキースノーボードを楽しんだ後は、旭川や富良野の美味しいグルメや温泉、旭山動物園などの観光地も楽しんでいただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今シーズン気ままな親父さん何回滑れるかな。